日本製鉄が US スチール買収で純利益 12.8 倍、税理士が解説する M&A 後の利益急増の読み方。皆さんこんにちは、税理士の秋です。2026年5月13日、日本製鉄から衝撃的な発表がありました。なんと連結純利益が前期比で 12.8 倍の2200億円になる見通しだというんです。 12.8 倍ってどういうことを、そんなに急に利益が増えるものなの？そう思った方正解です。実はこの数字の裏には M&A 会計特有のからくりがあります。今日は税理士の視点からこの利益急増の本当の意味を分かりやすく解説していきます。最後まで見ると決算書の読み方がガラッと変わりますよ。ぜひチャンネル登録もしていってください。概要。まず今回の発表の概要をおさらいしましょう。日本製鉄は2026年5月13日にこんな内容を発表しました。ポイントは3つです。1つ目、子会社の US スチール、つまりアメリカの大手鉄鋼メーカーの2027年3月期における利益貢献が1000億円になりそうだということ。2つ目、日本製鉄グループ全体の連結純利益は2200億円の見通し。これは前期比でなんと 12.8 倍です。3つ目、この純利益は IFRS、つまり国際財務報告基準で計算されています。 SNS。 さてこの発表を受けて SNS や投資家界隈はどんな反応だったかご存知ですか？高決算でよかった、配当も据え置きで嬉しい、日本製鉄さすがに株価上がるやろ、 US スチール買収大成功じゃないか、こういった声がたくさん出ていました。そして株価も発表翌日に一時に%高と反応しました。確かに政治的に難航した買収がついに実を結んだ、そう感じたくなる気持ちはよくわかります。でもちょっと待ってください。税理士の目線で見ると本当にそう単純に喜んでいいのかと感じるポイントが実はいくつかあるんです。利益では本題です。なぜ利益が 12.8 倍になるのか。結論から言います。前期の利益が人工的に低く抑えられていたからです。どういうことか説明します。日本製鉄が US スチールの買収を完了したのは2025年前半のことです。買収が完了した前期にはどんな費用が発生したと思いますか？例えばこういったものです。弁護士費用、コンサルタント報酬、デューデリジェンスのコスト、銀行への手数料、そして訴訟対応費用。 US スチールの買収はトランプ前大統領が一度ストップをかけた政治的にも注目された案件ですよね。だからホームコストだけでも相当な金額になったはずです。これらは全て買収が完了した期の費用として計上されます。つまり前期の利益を大きく押し下げる要因になっていたわけです。そして今期これらの一時的なコストがなくなり、かつ US スチールの稼ぎがグループに加わる。これが 12.8 倍の正体です。会計の言葉で言えばベース効果と統合シナジーの顕在化が同時に起きているんですね。のれん、もう一つ税理士として見逃せないポイントがあります。それがのれんの会計処理の違いです。 M&A では買収した会社の純資産を超えて払った金額をのれんと言います。 US スチールの買収金額は約2兆円規模と言われています。この中に相当なのれんが含まれているはずです。ここで重要なのが日本製鉄が IFRS を採用しているという点です。 IFRS ではのれんは原則として毎期償却しません。価値が下がったと判断された時、減損の時だけ費用にします。一方日本基準ではのれんは最大20年間で毎期均等に償却します。これがどういう意味かというと、仮にのれんが5000億円あったとして日本基準なら毎年に150億円が費用になります。でも IFRS なら減損がなければゼロです。つまり日本製鉄が IFRS を使っているからこそこの2200億円という利益が出せている側面もあるんです。日本基準だったらのれん償却の分だけ利益は押し下げられていたでしょう。これはどちらが正しいという話ではなく、会計基準によって同じ会社でも利益の数字が大きく変わるという非常に重要な会計リテラシーの話です。リスクではもう少し踏み込んで考えてみましょう。12.8 倍の純利益を手放しで喜ぶ前に税理士として気になるリスクが3つあります。1つ目は政治リスクです。日本製鉄は US スチールを買収する条件としてアメリカ政府に黄金株を発行しています。これはアメリカ政府が経営の重要事項に拒否権を持てる特別な株です。つまり
日本製鉄は US スチールを買ったけれど完全に自由には経営できない。政権が変わったり米中関係が悪化したりすれば経営判断に制約が生じる可能性があります。2つ目は追加投資のコミットメントです。日本製鉄は US スチールの設備投資として約1兆6000億円をアメリカ政府にコミットしています。これは利益を出す前にまずこれだけ使いますという約束です。2200億円の純利益が出てもそれ以上のキャッシュが出ていく構造になっている。利益と現金は別物。これが会計の基本ですがまさにここが問われます。3つ目は見通し把握まで予想という点です。今回発表された2200億円は2027年3月期、つまり来期の予想です。しかも中東情勢の影響は織り込んでいないと日本製鉄自身が明言しています。鉄鋼価格は地政学リスクに非常に敏感です。中東情勢が落ち着けば鋼材価格が下がり利益見通しが大きく狂うリスクもあります。まとめでは最後に今日の内容を3つにまとめます。ポイントの1つ目、純利益が急増、本業が急回復とは限らない。 12.8 倍という数字は確かに驚きですが前期が買収コストで押し下げられていたベース効果が大きいです。本業の実力を見るなら売上高や営業利益あるいは EBITDA といった指標も合わせて確認しましょう。ポイントの2つ目、会計基準を確認する習慣をつけよう。 IFRS 採用企業と日本基準採用企業の純利益をそのまま比較してはいけません。特にのれんの処理は利益に大きく影響します。決算書を見るときはまずどの基準かを確認する癖をつけてください。ポイントの3つ目、 M&A の統合完了後こそ本当の評価ポイント。黄金株の制約、1兆6000億円の設備投資コミットメント、地政学リスク、これだけの変数を抱えながら本当に1000億円の利益貢献を出し続けられるか、今後の決算を継続してチェックしましょう。いかがでしたか？純利益 12.8 倍というセンセーショナルな数字も会計の知識があると冷静に読み解けるようになります。これが財務リテラシーの力です。このチャンネルではニュースや決算書を税理士の視点で分かりやすく解説しています。勉強になったと思ったらぜひチャンネル登録といいねをお願いします。コメント欄に日本製鉄についてもっと知りたい、他に気になる企業があるなど書いてもらえると次の動画のテーマにします。それではまた次の動画でお会いしましょう。